こんにちは、まるみです。今日は仕事終わりに車中泊に向かいます。今回はなんだか飲みたい気分なので RV パークに向かってます。向かう先は岐阜県可児市の湯の花 RV パーク。名古屋から小1時間で行けて、豪華な温泉施設もついてて、ちょっとした小旅行気分を味わえるのでおすすめの RV パークです。あ、もう着く。雨降ってきちゃったなぁ。傘持ってないのに。まずチェックインします。毎回ね、悩むんだよね、入り口。どこだっけなぁ。着いた。駐車場開いてない。やだ、濡れるじゃん。もうびしょ濡れ確定。まずは買い出しに行ってきます。もうおやつタイムを大幅に過ぎちゃったけど、おやつは買いたい。市場。よし、ここで買い物します。たんまり買いました。よし。じゃあ車中泊場に向かいます。今日泊まるのはいつもあっちの芝生がついてる RV パークじゃなくて、ここのね一区画に泊まります。来た時間が遅かったのと、天気予報こんな感じで雨なので、芝生でねバーベキューとかしないかなと思ったので、この駐車場エリアにしました。ここだとね平日は2000円で安いです。でちゃんとここに電源もついてます。今日はこの17番のところを使います。今日は前にね DIY したフルフラットじゃなくって、何にもない状態でカーテンだけねついてます。もうすぐ車検なので、今ね車内ほとんど取っ払っちゃってるので、今日は初心に帰ってほぼ DIY なしの車で車中泊します。なんかこたつっぽいだけであったかく感じる。電源入ってたんだ。なんだ。今日はこの野外用の延長コードで車の中に引き込みます。今日の車内はこんな感じです。汚い。たまにキャンプで使うテーブルに毛布を挟んでこたつ風にしました。であと座ってると底冷えするので、寝る時のマットをお尻の下に引いてます。であとはポータブル電源と、いろんな調理道具とか生活用品系のものを2箱と IH コンロとノンフライヤー。
であと寝るとき、この地面がね、斜めになってるので、キャンプ用のマットをね、うまいこと調整して、このマットと、できるだけまっすぐにできるようにするために、キャンプ用マット持ってきてます。あとは、いつも車に積みっぱのブランケットと、真冬用の寝袋。あと食材はね、エコバッグっていうかエコカゴ。家にあったカゴにスーパーで買ってきたのそのまま入れて持ってきました。今回ね、電源サイトということで、一応ポータブル電源持ってきたんですけど、充電をね、大してしてなくて、63% です。窓からね、雨でもね、濡れないように延長コードで引いて充電してるので、さすがね、RV パーク電源付きっていいなと思いました。このリアドアとの間にゴミ箱とクーラーボックス入れてます。今日はなんかね、いつもに比べてちょっとごちゃごちゃな感じだけど、これはこれでね、初めて車中泊した時とかを思い出して、なんか初心に帰った感じで、これはこれで私は好きです。今ね、後ろはね、カーテン引いてなくて、なんでかっていうと、もうここね、今んとこ一人も通ってないし、車も通らないし、で、ちょっとね、この雨の雰囲気を味わえるから、これはこのままでいいかなと思ってます。ちょっと人通り増えたりしたらね、ここにもカーテン設置します。よし、もうちょっと、時間がね、夕飯になりそうになんで、急いでおやつを楽しみます。雨が結構降ってきてる。予定外だな。傘持ってないからトイレ行くとき困るな。いっか、小走りすれば大丈夫。早っ、バックの。オッケー。結局ね、思ったより車が通ったから、後ろもカーテンしました。丸見えになっちゃうからね。今日は手抜きのインスタントコーヒー。スキムミルク。これでね、簡単なカフェオレが作れる。ダマになりやすいからね、ミルクウォームでがっつりかき混ぜます。スプーンでね、かき混ぜても全然いいんだけど、こっちの方がカフェラテっぽくて私は好きです。もう 100% 美味しい。食べちゃおう。いただきます。完全カフェオレ、美味しい。いただきます。いやー、絶対美味しい。美味しい。これは 100% の美味しさ。今日も一日頑張った。なんかいちごを食べるのがもったいない。ごちそうさまでした。おやつもう終わっちゃった。もうちょっと経ったらね、すぐご飯の時間だから、ちょっと今からね、のんびり過ごしたいと思います。夜はね、さすがにまだ寒いね。サップ。電気毛布があればね、全然耐えられる寒さです。電気毛布って使用ワット数が55ワットとかかなり低いから、冬の車中泊の防寒対策に
1個あるとね、電気も全然食わないしね、おすすめです。車内では本読んだりしてのんびりしてます。家にいると誘惑も多いし、やれることがね、いっぱいありすぎてね、読書とかが結構後回しになっちゃうんだけど、車中泊だと結構できることが限られてる分ね、ゆっくりこういう、雑誌読んだり、普通に本読んだり、あとはたまに仕事したりとか、車中泊の時ならではのね、楽しみ方があります。車中泊しながら車中泊雑誌を読む。いやー、いいね。なんか一人満喫気分。夕飯を作ります。今日の夕飯は居酒屋系のね、メニューにしようと思って。今日はね、せっかくね、RV パークなんで、飲んだくれようかなと。なんでね、私的に居酒屋メニューでもう鉄板は唐揚げ。唐揚げの素があるので全然難しくはないかなと。この中にもう切ってある鶏肉をぶっ込んで、これで10分待ちます。おつまみ第2弾、キャベツ。ざく切りに切ったら、一旦袋に入れて、一旦これも洗ってきます。ノンフライヤー、唐揚げ、ノンフライヤーで焼きます。焼きますというか、揚げますというか、揚げませんというか。よいしょ。アルミホイル引けばよかった、下に。やっちゃった。掃除がめんどくさいね。いっか。アルミホイルない方がね、カリッと揚がって美味しいでしょう、きっと。美味しくなる魔法。オイルスプレー。よし、といで。今のうちに洗いに行きます。できた。めっちゃちゃんと唐揚げ。美味しそう。ラップ飯。キャベツといえば鶏ガラ少々、ごま油少々、塩昆布少々、する。今日のおつまみは無限キャベツに唐揚げ。
やっと飲める。乾杯。うまほんとこのね最初の一口飲むために今日も頑張ったってうま。よし食べよう。じゃあまず無限キャベツ。これねめちゃ美味しいのよ。いただきます。ほんとこれはねいいおつまみって感じ。本命唐揚げいただきます。完璧。ノンフライヤーでもね十分ねサックサクの唐揚げできるんだよね。唐揚げとレモンサワーがほんとね相性良すぎてね、唐揚げ5個作ったけど全然足りない。この倍は欲しいぐらい。幸せ本当に。最近ちょっと人生にいろいろありまして、みんなね生きてたら人生いろいろあるよね。どこ行ったお酒。最近人生でいろいろありまして、すごい飲みたい気分で、ただ普段家でほとんど飲まないからどうしようかなって思って、一人居酒屋はねする勇気がなくて、昔一人で焼き鳥屋に入ったんだけど、なんかすごい微妙なカウンターのお店ですごい微妙な空気感でお酒一杯だけ飲んで出てきちゃったから、ちょっと一人居酒屋する勇気はなくて、飲みたいなと思ったから今日は車中泊に来てね一人居酒屋をしようかなと。ここならね気兼ねなく一人で飲めるし、あとね一人焼肉もなかなか勇気が出ないから、一人で焼肉食べたくなったらデイキャンプかソロキャンプ行ってお肉焼いて食べちゃう。ソロバーベキューしちゃう。美味しい唐揚げもラスト1個。そう最近ねちょっと人生でなんて言うんだろう、こっちの道に進むかあっちの道に進むかとかで悩む時期で、それがちょっと人生の分かれ道的なねところだからすごい悩んで、今日は飲もうということで飲んどりますが、楽しいねお酒入るとね。キャンプでテント泊だとやっぱりねお酒飲みすぎちゃうと怖いから、だいたい1杯ぐらいでセーブしてるけど、鍵かかるね車中泊だともう気にせず飲めるのがほんとハッピー。ごちそうさまでした。美味しすぎたよ。もうつまみがなくなってしまったよ。片付けがこんな瞬殺なんて幸せすぎる。もうつまみなくなっちゃった。足りんよね。そうだね、これぐらいでねお腹いっぱいになる私ではないんですよ。お腹いっぱいになってからのね限界突破ができるんですよ私は。素晴らしい能力。ちょっともう中が汚いのでアルミホイル引いてここで作ります。おつまみちょっと汚いからモザイクでもかけようかな。アルミホイルを引いてポテト。お酒そんな強くないから一杯で十分ほろ酔い気分なんだけど、楽しいね。落ちた。よーし、飲み行くと人と話すと4杯ぐらい飲まないとほろ酔いにもならないんだけど、一人だと1杯で酔うよね。なんで？この現象何？だからあんまりお酒はね強くないんだと思う。でもね
なんだろう、このちょっと頭ポーっとした状態が好きで、もう常にこれでありたい。そしたらね、人生ハッピー。できたー。おー、ポテト。せっかくなんでスパイス。あ、おいしいおいしい。映画を楽しみます。車中泊の時ってなんでか知らんけど、やたらプロジェクターで映画を見たくなる。この非日常を楽しみたくなるな。寝てましたそんな飲んでないつもりだったけど、映画見たら気づいたらなんかもうこうやって寝てたから今首がめちゃくちゃ痛い。もうね、いい時間なので明日の朝ごはんの準備だけして寝ます。眠くても食べ物の用意は欠かさない私。食欲旺盛だな。明日の朝はフレンチトーストを作るからパンに液をくっつけときます。牛乳の代わりにね、スキムミルクで。スキムミルクをお水で戻してあげます。卵入れて、で砂糖適当に入れて、入れすぎたか、まあいっか。でパンを入れます。ほいほい。ちょっと食べよう。おいしい。結局1個食べちゃった。あんなに夜食べたのに美味しい。じゃあこれはこのままつけて明日の朝焼きます。絶対美味しいだろうな。また寝てた。なんかもう今日はダメですね。なんかそんな飲んでないのに結構酔っ払ってんのが疲れてんのがめっちゃ眠くて、もう寝ます。寝て明日の朝美味しいパンを食べます。ではおやすみなさい。おはようございます。めちゃくちゃ晴れてる。起きますか。寝袋の中に忘れがちな靴下はちゃんと片付けます。やっぱりだいぶ暖かくなってきたとはいえ、車だと底冷えもするし、まだ寒いからこういうねダウンソックスねあるとめっちゃいい。使ってるものね全部動画の概要欄に載せてるんで、気になる方はぜひ見てみてください。チェックアウトまであと1時間半なので、ちょっと急ぎ目に片付けます。車中泊なのでね、最悪出しっぱで帰ってね家で片付けるっていう手もあるんで、そこまでキャンプと違ってドタバタはせずに過ごせそうです。昨日寝た感じだと夜はまだ
これぐらいの厚手の寝袋の方が私は寝やすいなと思いました。結局この寝袋に電気毛布使ってだから、冷え性の人はねそれぐらいあったかくして寝る方がいいと思います。本当はねもうちょっとね小さいシュラフに変えたいんだけど、まだ多分寒そうなのでこの特大シュラフで当分は車中泊やキャンプに行きます。昨日の夜あんなに食べたのにもうお腹減った。すごいな、一晩寝ればお腹減るんだな。昨日そんなすごい飲んではないけど、最近二日酔いになりやすいから心配してたけど、今日はもう全然二日酔いもなく元気です。よかった。運転あるとね二日酔いがちょっと怖いから。こういう枕とか電気毛布とか基本車中泊やオートキャンプでしか使わないものはこの上の棚に入れておきます。ここは他にもラップとかアルミホイルとかお米ふりかけとかいろいろ、あとカップ麺も生活用品が入ってます。なんで何かあってもねこの車で何日かは住めるかなと。ちょっと余談なんですが、防災リュックを作ってて、その中に私はもう車の鍵を入れておいて、何かあったらねこの車に逃げ込みやすいようにしてます。あとはキャンプ道具とかが入ってる物置の鍵もそのリュックに入れてるので、何かあった時その防災リュックさえ取っちゃえば物置の鍵でキャンプ道具取ったりとか、車の鍵で車乗ってこういう食料とか、あと車で逃げたりとかできるようにしてます。あと防災リュックにはこれでもかってぐらい乾パンを入れてます。乾パン好きだから。よいしょ。昨日つけたフレンチトースト、もうほとんど吸収してる。これは期待できるな。壊れちゃった。ひたひたになりすぎちゃったんかな。すごいいい匂い。やっぱりバター引かなかったのがダメだったかな。バターないんだけど、まあいっか、なんとかなるでしょう。焼けた焼けた。お、いい感じいい感じ。朝からミルクウォーム出すのめんどくさいのでキャンプスタイルでコーヒー、インスタントだしね。できた。今日の朝はフレンチトーストにコーヒーです。いただきます。わ、なんかシュワっていった。いただきます。美味しい。ちょっと生焼けかな。なんか中がなんて言えばいいの、ふわふわというかちょっと水っぽいというか美味しいからね OK です。やっぱ夜からつけてるとね染み込み方が全然違う。あと牛乳じゃなくてスキムミルクで作ったけど十分ね牛乳の代用できて美味しいです。ごちそうさまでした。美味しかったです。欲を言えば蜂蜜とかあったらもっと最高だったのになっていう。もう朝はね糖質を取りたい。朝昼晩関係なく取ってるんだけど。
美味しかった。サランラップ引けばよかったな。片付けたらもう帰ります。今時間がもう9時半なので、あと30分で撤収です。車中泊の撤収なんてね、10分15分あればね、できるので問題ないと思います。はい、片付け終わったので、今からチェックアウトしてお風呂に入って帰ろうと思います。なんか仕事終わりに夕方から来て、一泊して、昼ぐらいに帰るっていう感じで、十分ね、この短い間でもね、ちょっと旅行気分というか、自分だけのこの秘密基地感を楽しめてよかったです。途中飲んで寝てたりしたけど、ぐだぐだね、ああやって過ごすのがね、幸せだったりします。今回は自分的にはね、最近道の駅とかサービスエリアとか移動のついでに休むとかでね、利用することが多くて、お酒ね、飲めなかったので、久々の RV パークでダラダラと飲んで過ごして本当に幸せでした。車だからね、テント泊と違って安心して飲めるし、安心してゴロゴロできたので、これはね、ちょこちょこやっていきたいですね。ということで、大満足です。ではね、今からチェックアウトしてお風呂入って帰るので、動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter と Instagram と TikTok もやってるよ。